皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、これから私たち庶民はさらなる値上げラッシュと増税によってますます生活が苦しくなっていくことになりますが、そのことについて考えていこうと思います。なぜこのテーマを取り上げたかというと、明らかに日本政府は国民を幸せにする気なんて全くないことが判明したからです。このまま私たち庶民の大多数が声を上げなければ、政治家と官僚は今後ますます国民を疲弊させるような政策をしてくることになります。その目的とは一体何なんでしょう。全く意味が分かりませんよね。政治がおかしくなってきているのは世界中同じなのですが、特に日本では政治に対する興味がない国民があまりに多いと感じます。全く興味がない人だけではなくて、呆れてしまっている人も相当数いると思います。しかし無関心を決め込んでも状況は悪くなる一方であり、追い詰められるのは私たち自身ですし、このままろくでもない輩たちの好き勝手にさせるのはもっと腹立たしい状況になってしまうと思います。そこでこの動画が今の私たちに何ができるのかを考えるきっかけにお役に立てればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、日本の政治について考えた時にやり場のない怒りと無力感を感じるのではないでしょうか。特に流行り病蔓延後以降は社会構造が一変してしまい、多くの産業がダメージを受けましたし、物価高によって生活に困窮する人がどんどん増えているわけですから、今後大不況が来るのは間違いないと思います。メディアでは景気が回復しているとか難しい経済用語を使って解説していますが、これだけ物価が上がってきているのにもかかわらず給料も上がらない状況で、よくそんなこと言うものだと呆れてしまいます。前回取り上げた水道民営化や働き方改革だけを見ても、政治家や官僚の私腹を肥やすための政策であることは明らかになってきました。政治家や官僚の全てが悪いということは決してなくて、むしろ孤軍奮闘してくださっている方もいることは承知しています。しかし真っ当なことを言っている人は冷や飯を食わされることになることが多いのです。冷や飯を食わされるだけでなく、これはあくまでも疑惑ですが、中川昭一議員やその父の最後のように人生を終えることにもなりかねません。アメリカにおいては JFK もそうだし、直近ではアメリカ前大統領が受けている政治迫害と言ってもいい状況を見れば、いかに中枢が腐っているかを伺い知ることができます。世界が全体主義や共産化への道をまっしぐらに進んでいるということは、このチャンネルではよく取り上げるテーマですが、それらの延長線上に今の日本政府の異常さがあるわけです。それでも一部の庶民が立ち上がり始めたことで、ろくでもない輩たちの計画が狂い始めている面も出てきています。例えば、お注射による弊害によって不幸に遭われた遺族たちが、遅すぎた目覚めではありますが声を上げ始めたことで、国からお注射を原因とする救済制度認定を勝ち取ったケースが増えてきています。これらは他国でも見られる動きになってきており、さらには製薬会社からの内部告発があったり、内部文書まで出てきてしまっていますから、言い訳がつかない状況になってきました。残念ながら身近に犠牲者が出ないと自分ごとにならないというのは悲しい現実ですが、これから始まる値上げラッシュと増税ラッシュによって企業倒産が増えて失業者が増えるということになって、初めて目覚める人も出てくるでしょう。その原因となっている悪法は、民主主義の日本においては議員によって法律の停止、廃止、執行が可能なのです。直近制定された法律で LG なんとか法や働き方改革関連法案、防衛財源確保法などは、とても民主主義の流れでできた法律とは思えないほど民意に反した法律だと思います。明らかにおかしいことがまかり通ってしまうのは政治家にも問題がありますが、彼らを後押しするのは国民です。仮に国民の半数がおかしいことはおかしいと声を上げ始めたらどうなるかというと、議員は公約通りに政治活動をしなかったら次の当選はないと肌で感じるでしょうし、そのように有権者は声を上げるべきだと思います。それができていないから、大した能力もない2世議員が大きな顔して国会議員のバッジをつけているという異常なことになっているのだと思います。日本は間接民主主義なので、直接内閣総理大臣を選出できないのですが、アメリカ大統領のように国民の投票によって総理大臣を決めたいものです。その話は置いとくとして、今私たちが直面している問題は、1、直近で起きたことについて決まってしまった悪法の対策をしていかなければならない。2、近い将来のことについて今後決まったらますます窮地に追い込まれる事案がある。3、
根底にある問題について腐敗した政治を何とか浄化しなくてはならないということがあると思います。もちろん挙げたらもっとあるとは思いますが、大きく見るとこのようになると思います。1についてはそれこそ危機的増税が盛りだくさんなので厄介なわけですが、直近で法案が成立してしまった防衛財源確保法というのがかなり厄介になってきていると思います。法律名だけを見ると日本を取り巻く社会情勢が不安定になってきているので、防衛費を上げることは仕方なしという解釈が国民の大半を占めているのかもしれませんが、これは防衛費を増やすための増税をするだけの話ではないところが姑息というか汚いところです。この防衛財源確保法という呼び名の裏に隠された本当の意味が恐ろしいことになっていくと言われています。どういうことかというと、この法律名にある防衛費の確保を税金以外の財源によって確保するということなので、一見すると意義なしとなりがちです。歳出革命とか言われれば大変いいことのように思えますよね。ところがその法律の狙いを理解すれば、永久緊縮財政法案ということがわかります。緊縮財政によって日本経済は沈んできたと言っても過言ではないのに、さらに法的根拠を持って緊縮していくということに他ならないのです。この法律成立の陰には財務省が強く関わっていたと思われますが、この法律の成立によってますます財務省が日本を牛耳る体制になってきているのかもしれません。なぜ緊縮財政が加速するかというと、税金で賄わないとすれば何から財源を持ってくるか。それは一部増税があるものの、税以外の部分については特別会計の剰余金等の一部の繰り入れや独立行政法人の積立金等の一部の国庫返納、そして歳出改革によることとされ、防衛関係経費をプールしておくために防衛力強化資金を設置することとしています。このことはややこしい話になってきますので端折って言うと、特別会計という財務省の手が及ばない聖域を崩して、そちらの積立金などを財務省の手の内である一般会計の歳入に組み込むことができるという法的根拠ができたことになります。それが何を意味しているのかというと、財務省がさらなる支配力や影響力を得たことになると同時に、新年度の予算は前年度の予算を上回ってはならないということになり、余剰金を返納されたということは予算が余ったということになります。結果次年度の予算はカットにつながります。これはまさしく緊縮財政そのものとなります。そうなると日本の経済低迷は加速することになるでしょう。恐ろしいことです。それでいて少子化対策や社会保障に対しての財源が足りないということになると、増税まっしぐらという筋書きだと思われますが、本当に恐ろしい筋書きを作るものです。それにしてもなぜ彼らはそんなに増税や緊縮財政に躍起になっているのでしょうか。それは皆さんもすでにご存知だと思いますが、財務官僚が出世するための評価基準に増税できたかどうかが盛り込まれているのです。つまり自分たちの出世のために国民の収入を吸い上げて手柄にしているのです。緊縮財政によって結局は財政が足りないことになるので、財源確保のための増税につながるというわけです。さらには一般会計に集まった資金の使い道は問われないことにもなっています。きっと自分たちのポケットに入れるための基金になっていくのでしょう。なので消費税増税は間違いなく実施されますし、2024年はさらなる試練が私たちを襲うことになります。2に関しては先日の動画でも触れましたが、W 機関によるパンデミック条約の締結が実行されたら、もはや日本は主権国家ではなくなりますので、世界経済フォーラムのアジェンダ実現のための大きな一歩となってしまいます。3は主権は国民にあるということを私たち自身が再認識して、政治家自身やその身内の利益、官僚の出世や天下り先を作成、維持のために私たちから税金を吸い上げ、好き放題やっている売国道を国政から退場してもらうためには行動しなければならないのではないかと思います。これはデモや暴動ではありません。草の根運動や SNS による拡散でこういったおかしいことの情報をシェアし、内閣府や各自治体への意見書、意見メールを国民総出で行い、世論を作ることが地味ですが効果絶大です。もちろん地元議員への接触は必須です。そうしたことは、国民は政策をしっかり見ているということを議員たちに知らしめることになり、真っ当な政策をしたいという議員の背中を押すことにもなります。議員たちには、適当に仕事していると次の当選はないということをしっかりと自覚してもらわないといけません。日本の上級国民と言われている者たちの恵まれた生活を知れば知るほど、真面目に働いているのが馬鹿らしく思えてきてしまいますが、こういったことに向き合うことが今の時代を生きている私たちの課題なのかもしれません。いかがだったでしょうか。日本においては長いことマスコミからの洗脳にどっぷり使っている人が多かったと思いますが、
お注射によって多くの犠牲者が出たことで身近な人たちが覚醒したことは間違いありません。そして今後起きてくる経済危機、食糧危機によってどれほどの犠牲者が出てくるのか分かりませんが、早速対策して備える必要があります。残念ながら人は痛い目に遭わないと目が覚めない生き物のようです。しかし、一定数の人たちが洗脳から覚醒すれば、世の中は大きく動くはずです。その先に世の中が大きく変化するのでしょう。私たちは、今まで常識とされてきたことのほとんどが嘘であったことに間もなく気がつくことになると思います。すべてのことがというのは、そもそも人間とはどうやって生まれてきたのかというところからです。真実を証明することは不可能ですが、仮説として考えるには十分意味のあることだと思います。あまりに突拍子のないことですが、いずれ動画にしてみようかと思っています。学校教育で教える歴史が嘘だらけということはだいぶ理解できると思いますが、最初の頃はまさかそんなことするわけがないと思ったことでしょう。その延長にあるのが、そもそも人間とはという話になってくると思います。今は本当に苦しい状況が続きますが、きっとろくでもない輩たちの計画は頓挫しますので、そのプロセスを楽しみましょう。将来が暗いと思うときついですが、きっと明るい未来が待っていますので、なんとか今を乗り切っていきましょう。重ね重ね食料備蓄はしっかり準備しておいた方がいいです。お隣の国内がとんでもないことになってきており、それを打開する手はもう戦争しかないかもしれません。台湾有事が起きる可能性は高くなってきたように感じます。ぜひ共に試練を乗り越えて生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。